こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今日は買い物の話をします。皆さんは最近何を買いましたか？私が最近買ったものは食料品と生活用品が多いですね。他には海外ドラマの DVD を買いました。日本で海外ドラマというと英語で話しているドラマのことを言うことが多いです。韓国のドラマのことは韓流ドラマと言っています。話がそれてしまいましたが、私は最近海外ドラマの DVD を買いました。これは英語の勉強のためです。あとは私はガーデニングが趣味なので花の苗を買いました。そしてミシンの糸も買いました。私は少し前にミシンを買いました。服を作りたいと思ったからです。その話は以前の動画でしました。そちらもよかったら見てみてください。そんな感じでいろいろなものを買いましたが、お店で買ったものもあれば、ネットで買ったものもあります。ところで、皆さんはいつも買い物をするとき、お店で買いますか？ネットで買いますか？今回の話題は店舗とネットでの買い物についてです。店舗はお店のことです。店舗はフォーマルな言い方です。この言葉は仕事で使いますが、カジュアルな会話でも使います。でもカジュアルな会話ではお店とか店ということが多いです。まずはお店での買い物の一番いいところは何でしょうか？何だと思いますか？それは商品を直接見て触れて試せることだと思います。特に洋服や靴を買うときは試着した方がいいですよね。せっかく洋服や靴を買ったのに大きさが合わなかったときは最悪です。お店で買い物をすれば試着をすることができます。試着をして着心地を確認できます。着心地は服を着た時の感覚のことです。着心地がいい。これは服を着た時に快適だと感じることです。服を着た時にリラックスできるなとか気持ちがいいなと感じることです。着心地が悪い。例えば服のサイズが合わなくて快適ではない。生地が肌に合わない。これが着心地が悪いという意味です。例えば、その服着心地はどう？いい感じ。そのコートかっこいいね。でもあまり着心地が良くないの。ちょっと肩がきついんだよね。こんな風に使います。話を戻します。お店で買い物するとき、いいことは何でしょうか？他にもあります。商品についてわからないことがあれば、すぐ店員に聞くことができます。そして商品を買ってすぐに持ち帰ることができます。これも
お店での買い物のいいところです。反対にお店での買い物の良くないところは何でしょうか？思いつくのがお店に行かなければいけないことです。外出するために着替えなければいけないし、お店に行くまでに時間がかかります。お店に行くまでに時間がかかるだけでなく、お金もかかります。例えば、電車に乗れば電車代がかかります。車で行けばガソリン代などがかかります。これはあんまりいいことではないと思います。他にも、お店に行っても品揃えが少なかったり、買いたいものが売り切れている場合もあります。絶対に欲しいものが買えるわけではありません。また、営業時間や定休日があるので、いつでも好きな時間に買い物ができるわけではありません。営業時間は会社やお店が仕事をする時間のことです。営業時間はお店を利用できる時間のことです。定休日は会社、お店、または病院などが仕事をしない日です。でも定休日は前もって決められています。例えば、ある病院の定休日は月曜日です。その病院は毎週必ず月曜日は休みです。営業時間や定休日があるので、いつでも好きな時間に買い物ができるわけではありません。私はせっかく買い物に行ったのに、お店が休みだったということが何度もありました。そういう経験が何度もあります。次に、ネットでの買い物のいいところと良くないところを考えてみましょう。まずはネットでの買い物のいいところを話します。やっぱり一番はいつでもどこにいても買い物ができることだと思います。お店の営業時間や定休日を気にする必要がありません。パソコンやスマートフォンがあれば手軽に買い物ができます。手軽には簡単に、時間をかけずに、または難しいことを覚えずに、疲れずに何かができるという意味です。例文。昼食は手軽に済ませて、またテストの勉強を始めた。テストの勉強のためにたくさん時間を使いたいです。昼食のために時間を使いたくありません。だから昼食を簡単に時間をかけずに済ませたという意味です。今度一人でキャンプをやってみたいんですけど、私でもできますか？今までキャンプに行ったことがないんですよね。大丈夫です。このキャンプ道具があれば手軽にアウトドアを楽しめますよ。今度一人でキャンプをやってみたいんですけど、私でもできますか？今までキャンプに行ったことがないんですよね。大丈夫です。このキャンプ道具があれば手軽にアウトドアを楽しめますよ。こんな風に使います。話を戻します。ネットでの買い物のいいところは品揃えがいいことですよね。私たちが欲しいものはほぼネットで買えると思います。もし近くの店に欲しい商品がなくてもネットでなら売っています。さらにネットでなら海外のお店で買い物ができます。次に
ネットでの買い物の良くないところについて考えてみます。皆さんはネットでの買い物の良くないところは何だと思いますか？私は商品を実際に見たり、触ったり、確認できないことだと思います。お店の買い物とは逆ですね。皆さんはこんな体験はありますか？ネットで商品を注文しました。その商品が家に届きました。そして箱を開けて中身を見て、あれ？思ってたものと違うなぁと思う。こういう体験はありますか？私は何回かあります。例えば洋服であれば、思ってたより生地が薄いな。ネットの写真と比べて色が違うな。そんなことがありました。そんな風に思ったことがあります。ネットでの買い物は便利ですが、不便な時もありますね。ネットだと商品は写真や説明文を見て選ばないといけません。でも商品のことが正しくわからないことも多いです。またネットで買い物をすると商品が届くまで時間がかかることもあります。例えばもし今日ネットで買い物をするとします。でも商品が家に届くのは早くても翌日です。ですからすぐに使いたいものをネットで買うときは注意しないといけませんね。あとは基本的に送料がかかりますね。それが嫌だという人もいます。送料は荷物を送るときにかかるお金のことです。でも私はあまりそうは思いません。というのは前に話しましたが、私はものすごい田舎に住んでいます。食料品は近くのお店で買えますが、それ以外のものが欲しいときは町まで買いに行かないといけません。でも町まで車で1時間はかかりますし、ガソリン代もかかります。それを考えると送料がかかってもいいかなと思っています。最後にネットで買い物をするときによく使う言葉があります。よく目にする言葉があります。送料無料、送料無料、送料無料は送料がかかりませんという意味です。日本の多くのネットショップでは送料無料を取り入れています。ネットショップはネットにあるお店という意味です。でも送料無料には条件があります。例えば1万円以上買えば送料無料。これは商品を買うときに会計が9999円なら送料がかかります。でも1万円以上なら送料はかかりません。合計金額が5500円以上なら送料無料。これは合計金額が5499円だったら送料がかかります。でも5500円以上買ってくれたら送料はかかりません。お店が送料を払いますよ。そういう意味です。いくら以上商品を買うと送料が無料になるのかはお店によって違います。というようにお店での買い物とネットでの買い物のいいところと良くないところについて話しました。どちらの買い物も一長一短ありますね。一長一短。一
長一短。一長一短はいいところもあるし悪いところもあるという意味です。ネットショップでの買い物は一長一短ある。ネットショップでの買い物はいいところもあるし悪いところもあるという意味です。皆さんは何か買おうかなと思っているものはありますか？それはお店とネットどちらで買う方がいいと思いますか？お店とネットどちらで買うつもりですか？日本語で考えてみてください。ということで今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。